皆様こんにちは。シトラスハンドメイドのサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。そしていつも温かいコメントやグッドボタン本当にありがとうございます。すごく励みになっております。はい、今回はですね、こちらの可愛い立体のスクエアを編んでいきたいと思います。はい、糸の色、今回5色使いました。結構カラフルにしました。この中心の糸とこの花びら、そして外の花びら、ここのラインの色でスクエアのカラー、この5色を使って編んでいきます。で、糸はね、お好みでお花のところは全部一緒の色にするわとかね、お好みで選んでくださいね。私は今回5色の糸を使って編んでいきます。で、あとかぎ針ととじ針とハサミ、はい、こちらを使って編んでいきます。はい、それでは編んでいきます。まずはこの中心から編んでいくので、お花の真ん中に来る糸、こちらを準備して編んでいきます。まず糸をですね、糸端を指にくるくるくると巻きつけたら、針はこの下を通って左の糸を引っ張ってきます。で、1回針に糸をかけて編みます。で、指から糸を外すとここに二重の輪っかができているので、この中に編み入れていきます。まずはこの輪の中に針を入れて糸を引っ張ってきて、この2本を編みます。で、1回鎖編み、そしたら、長編みを8回編むんですけれども、この一番最初の1と数えるので長編みを7回編んでいきます。かけて輪の中を通って糸を引っ張ってきて、かけて2本編む、かけて2本編む、これが長編みですね。あと6回、1、2、3、4、5、6、そうすると最初の立ち上がりが1、1、2、3、4、5、6、7、8長編みが入りました。で、ここで輪を縮めます。このちょっとね、今編んできたところちょっと長めに取っといて、糸端を少し引っ張ると動く方の糸があります。この二重の輪のこっちが今動いたので、動いた方の糸の根元を引っ張っていきます。そうするとこの輪が縮んでくるので、ある程度縮んだら糸端をぐーっと引っ張ると、はい、輪が縮みました。そしたらこの今編んできたこの輪に針を戻して、後ろから数えると1234567目目、ここですね、7目目のこの V のところを針を前から後ろに入れて、ちょっと遠いんですけれども、このままですね、針を入れて糸を引っ張ります。はい、そうするとこの1周8目、123456788できました。ここから、もう一回もう一周この糸で編んでいきます。まずは3回鎖編みを編みます。1、2、3、そしたら今引き抜いた隣の目、ここに引き抜きます。前から針を入れて糸を引っ張ります。はい、この繰り返しでいきます。3回、1、2、3、
鎖編みを編んだら隣の目に針を入れて引き抜き3回鎖編みを編んで隣の目に引き抜き編み3回鎖編みを編んだら隣の目に引き抜きます123回鎖編みを編んで隣の目に引き抜きます123隣の目に引き抜く123隣の目に引き抜くで、これで今一番最初がここですね。よいしょ。一番最初1、2、3、4、5、6、7個この鎖編みのチェーンができました。で、8個目一番最後はですね3回鎖編みを編んで1、2、3ここで先に糸をカットします。糸をカットしてここからピーッと糸を引っ張ってで糸端はとじ針にセットしたら、ここですね最初のこのチェーンがこんな感じになっているんですけどこの根元のところこの部位をこんな感じで針を前から後ろに根元のとこですねここがこんな感じで開いているここに根元の部位がありますここですねはい根元の部位に針を入れて前から後ろに引っ張ってで今出ているところに糸を戻してあげます出ているところここから出ているのでよいしょここからねこんな感じで出ているので出ているところに針を戻してあげるとはいこんな感じでね3つ鎖編みを編んだチェーンが8個出来上がりましたちょっとねかわいいちっちゃなお花みたいになっていますはい、これでこの色が終了なので、この糸端とこの今カットしたところですねこれは後ろの見えないところにしまっていきますはい今糸処理が終わってこんな感じでね完成しました続いてですねこの部分を編んでいきます今この中心の部分が編めたのでその次の週ですねここに来る糸を準備して編んでいきますまずはね糸で、輪っかを作りますこれは指で編んでも大丈夫ですこんな感じのね輪っかを作ったら今編んだこのチェーンのスペースこういったところですねどこでも大丈夫ですこのスペースに前から後ろへ針を入れて後ろに今作った輪っかをかけて前に引っ張っていきますそしたら1回鎖編みを編みますで今と同じスペースに2回長編みを編んでいきますかけて同じところに針を入れてこの糸端も針の上にこういう風にかけるといいですね最後ね隠れるので糸を引っ張ってきてかけて2本かけて2本もう1回長編みを同じスペースです長編みはい、長編みが2回入ったので次はですね2回鎖編みを編みます1、2でまた同じスペースに長編みを2回編みますかけて同じところに針を入れて
長編み、もう一回かけて同じところに針を入れて長編み、そしたら同じところに針を入れて引き抜き編みをします。かけて引っ張って引き抜きます。はい、これで一つの花びらができました。でこの繰り返しを、この花びらをあと7枚こう編んでいくんですけれども、もう一回編んでみます。はい、隣がここが鎖編みですね。鎖編みのチェーンがここにあるので、なので1枚花びらが終わったらここに戻ってきてまた編んでみてくださいね。ここからスタートします。まずはこの隣のスペースに針を入れて引き抜き編みをします。そしたら長編みを2回同じところに編み入れます。かけて同じスペースに針を入れて長編み1回、もう1回長編みで鎖編みを2回編みます。そしたら同じところに2回長編みです。かけて同じスペースに1回かけてもう1回で最後同じところに針を入れて引き抜き編み。はい、これで1枚の花びらができました。そしたらまたさっきのところに戻ってこの花びらをあと6枚編んでみてください。はい、今8枚目の花びらが編めました。こんな感じでね、ちょっときつい感じがするかもしれないんですけれども、それで大丈夫です。こんな感じでね、最後綺麗に立ち上がって立体的になりますのでね、はい、ちょっと窮屈な感じでこのまま編み進めていきます。最後の花びらの今引き抜き編みが終わったところでこんな感じになっています。でこれをですね後ろに持っていきたいんですね。ちょっとこんな感じでね輪を引っ張って、一番最初のこの目ですね、根元のところこう V になっているんですけれども、一番最初のこの V のところを後ろから前にこんな感じで針を入れたら、そしたら、これ今編んできたこの輪をかけてこのまま後ろに引っ張っていきます。はい、そうすると後ろに向けるとこんな感じでね、今糸がここから出てきてここに輪が来ました。はい、ここから後ろにですね鎖編みを編みつけていきます。まずは今ここですね、4回鎖編みを編みます。ここからこのまま1、2、3、4、そしたら、今ここの花びらのこういう風に鎖編みが出ているんですけど、この花びらのこの一番端の糸とその隣の花びらのこの端の糸、こんな感じで針を入れてこのまま引き抜きます。はい、そしたらまた4回鎖編みを編んで1、2、3、4、そしたら今度は今この花びらとこの花びらの間に鎖編みがあるんですけれども、こっちの花びらの一番端のこの根元のね端1本とその隣の花びらのこの根元の1本、こんな感じでね針を入れたら引き抜きます。はい、この繰り返しになります。また4回3、4鎖編みを編んだら
この花びらのこの端ですね、根元の端1本と隣の花びらのこの端の1本、針を入れて引き抜きます。はい、これでですね、今このチェーンが1、2、3つできたんですけれども、ぐるっとですねこのチェーンを囲っていきます。あと1、2、3、4、5個、こんな感じでチェーンを作っていきます。1、2、3、4、鎖編みを編んだら花びらのこの端1本と隣の花びらのこの端の1本を針を入れて引き抜きます。このままぐるっと進めます。はい、今、8箇所目の最後のこのチェーン鎖編み4つ編んだところです。で、最後はですね、一番最初のこのチェーンのところとつなげていきます。このままですね、針をこの広いスペースに入れて、最初のチェーンの輪っかのところに入れたらこのまま引き抜きます。はい、そしたら一周こんな感じでチェーンでつながれました。8箇所この、ね、輪ができています。はい、ここでですね、糸をカットして、この糸は終わりになるので、この糸は見えないところにまた隠していきます。続いてこの外側の花びらを編んでいきます。この外に来る糸を準備して、また同じくですね、輪っかを作っていきます。はい、そしたら今このお花の後ろにチェーンのこのね、このスペースがあるんですけれども、これもどこでも大丈夫です。こんな感じで前のお花を折りたたんで、こっちからこういう風にね針を入れたら後ろに輪をかけて前に引っ張ってきます。で、一回鎖編みを編んだら、この同じ鎖の輪っかに長編みをまず3回編み入れます。1、2、3回、はい、編めました。そしたら2回鎖編みを編んで、また3回同じこのスペースに長編みを編んでいきます。1、2、3、はい、そしたら、同じところに針を入れて引き抜きます。はい、この花びら、これで花びら1つなんですけれども、これをあと7枚このスペースに1つずつ編んでいきます。もう1回編んでいきますね。なので1枚花びらができたらここに戻って編んでみてください。はい、まずは隣のスペースに針を入れて糸を引っ張ってきます。引き抜き編みですね。はい、そしたらこの同じスペースにまずは長編み3回編みます。1、2、3、そしたら、鎖編みを2回編みます。で、また同じスペースに長編みを3回編んで、1、2、3、
で同じスペースに針を入れて引き抜き編み、はい、これで1枚花びらが出来上がりました。この繰り返しでですね、あと6枚こんな感じで花びらを編んでいきます。はい、今ぐるっと一周編んできて8枚の花びらができました。はい、そしたら最後ですね、最後の花びらの引き抜き編みが終わって、この段はこれでこの糸おしまいなので、最後の花びらの最後の引き抜き編みが終わったところで糸をカットします。で輪っかをピーッと引っ張ってこれをとじ針につなげます。そしたら、一番最初のこの花びらの最初の目ですね、根元のところ、最初の部位がこれなんですけれども、ここをですねこんな感じで針を入れていきます。これ表側ですね、表のところからこの部位をこういう風に針を入れて、はい、根元のところ前から後ろに針を入れたら、今この糸が出てるここに戻します。こんな感じになりました。はい、そしたらこれをですね後ろに隠していきます。見えないところに糸を処理していきます。続いてこの花びらと花びらの間のこのラインを編んでいきます。なのでね、ここのラインになる糸を準備して、これもですね同じく輪っかを作っていきます。はい、そしたらですね、今作ったこのお花のどこでもいいんですけれども、ラインをですね、例えばこの花びらで言ったらこう入れていきます。はい、こうですね。なので、輪っかをこんな感じでもう針にかけてしまって、で糸端を花びらと花びらの間らへんにピッと押さえます。後ろにね糸端を押さえて、でこの状態です。今輪がかかっている状態で、一回糸をかけてこの花びらの下のスペースに針を入れて、で糸を引っ張ってきて、で長編み編みます。2本編む、かけて2本編む、はい、そしたらここからですね鎖編みを4回 1,2,3,4、そして後ろを通ってまたこの隣の花びらのここにラインを入れていきます。はい、後ろにこんな感じでねチェーンがかかります。でまたですね隣のこのスペースを使ってまずは糸をかけてからこのスペースにこんな感じで針を入れて、で糸をかけて前に引っ張ってきてこんな感じですね。で長編みを編みます。かけて2本編む、かけて2本編む、はい、この繰り返しになるんですね。もう一回いきます。4回鎖編みを編んで1,2,3,4、そしてこの花びらの後ろを通って次の花びらのこのスペースに編みます。糸をかけてここのスペースのところに針を入れて糸をかけて前に引っ張ってきます。でかけて長編み、こんな感じですね。4回鎖編み、そして花びらの後ろを通って次の花びらへ行きます。
かけて、このスペースに針を入れて、糸を引っ張ってきたら長編み、はい、この繰り返しになります。これでですね、ぐるっと一周、この花びらと花びらの間にこのラインを作っていきます。最後のこのラインが入って今鎖編み4回編んだところです。こんな感じでね、最後のところが編み上がりました。そしたらこの鎖編み4回を最初のこの鎖編みとつなげていきます。最初の鎖編み、この輪の中に針を入れちゃいます。で、引き抜き編み、はい、そうすると全部のこのね鎖が後ろつながりました。で、ここでもう糸をカットしちゃって、ピーッと引っ張って、でこれは後ろの見えないところに隠していきます。最初のねこの出ている糸も一緒に隠していきます。続いてこの外側を編んでいきます。このスクエアになる部分の糸を準備して、まずこれも輪っかを作っていきます。はい、こんな感じで、このお花のどこでも大丈夫です。花びらを内側にパタンって折りたたむと、この今編んだチェーンが出てきます。これを前から後ろへ針を入れて、今のこの輪っかをかけて前に引っ張ってきます。で、一回鎖編みを編んで、もう一回同じところに針を入れて糸を引っ張ってきて、この2本を編みます。で、一回鎖編みを編みます。そして同じところに長編みを1回、はい、そしたら鎖編みを1回で隣のスペースに移ります。隣のスペースはまずはこんな感じでね、花びらを折ると編みやすいです。はい、で長編みを3回編み入れていきます。かけて長編みを1、2、3、そしたら2回鎖編み、1、2で同じスペースにも3回長編みを編み入れます。1、2、3、そしたら1回鎖編みを編んで隣のスペースに移動します。隣は長編み3回、1、2、3、そしたら1回鎖編みを編んで隣のスペースに行きます。隣はまたここと同じですね。これが角になっているんですけれども、角になる部分です。長編みをまず3回編み入れます。長編み1、2、3で鎖編みを2回、1、2で長編みをもう3回編み入れます。1、2、3、はい、そしたら隣のスペースに移動します。隣は1回鎖編みを編んでから長編み3回編みます。1、2、3、そしたら鎖編み1回編んでまた隣のスペース、これが角になります。角はまず
長編み3回、1、2、3、そして鎖編みを2回で、長編み同じところに3回、1、2、3で、鎖編みを1回編んで隣のスペース、ここは、長編み3回、1、2、3で、1回鎖編みを編んで隣、ここが角になります。角は長編み1、2、3回で、鎖編みを2回、そしてもう長編みを3回編み入れます。1、2、3で、1回鎖編みを編んで隣のスペースになります。一番最初のスペースですね。ここは、立ち上がりと長編みが入っています。なので1回長編みを編んでつなげていきます。1回長編みを編んで、最初の、ですね、立ち上がりがここ、長編みがこの端の長編みのこのトップにこんな感じでね、針を入れて引き抜くと、この段もね、このスペースもこんな感じで長編み3つ入ってる感じになります。はい、で次の週に行きます。まずはですね、この隣のスペースに針を入れて糸を引き抜きます。はい、で、針を同じところに入れて糸を引っ張ってきて、この2本を編みます。で、1回鎖編みで、同じこのスペースに長編みを1回、そしたら1回鎖編みを編んでこの角のスペースになります。はい、ここは先ほどと同じくですね、角の編み方、長編み3回編んで鎖編みを2回編んで長編み3回です。この角のスペースですね、かけて長編みを1、2、3で、鎖編みを2回編んで長編みを3回、1、2、3、はい、これでまた角ができました。そしたら隣のスペースに移ります。で、隣に行く前は必ず1回鎖編みを編んで移動します。で、角じゃないところはこのスペースは長編み3回、1、2、3で、1回鎖編みを挟んで隣のスペースに行きます。鎖編み1回、隣も長編み3回、1、2、3で、1回鎖編みを挟んで、ここが角になります。角は長編み3回、1、2、3で、鎖編みを2回、そして長編みを1、2、3、はい、これで角ができました。で、1回鎖編みを挟んで隣のスペース、ここは長編み3回です。1、2、3で、1
回鎖編みを挟んで隣も長編み3回、1、2、3で鎖編みを挟んで角になります。また長編み3回、鎖編み2回、長編み3回になります。でまた長編み3が2つ続いて角になります。で隣のスペースに行く前は鎖編みを編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと編みます。ここが最後のスペースです。長編みを1、2、3、そして1回鎖編みを編んで最初のスペースに行きます。最初がですね、立ち上がりと長編みが入っているので1個長編みをここに編み入れて、この週の完成です。でこの週で終わる場合はここでですね、糸をカットしてこの、立ち上がりがあって長編みのここに針を入れて、ぐるっと針を入れてここに戻してあげるといいかと思います。で私は今回もう一周したいなと思うので、はい、ここからですね、最初のこの立ち上がりがあって長編みがあって長編みのこの頭のところに針を入れて、で引き抜きます。引き抜き編み、はい、こんな感じですね。でここからこの隣のスペースにここに針を入れて引き抜きます。で同じところに針を入れて糸を引っ張ってきたらこの2本を編んで1回鎖編みで1回同じところに長編み、はい、そしたらまた同じ感じでぐるっと一周いきます。1回鎖編みを編んで隣のスペース、ここが角になるんですけれども、長編みを3回、1、2、3で鎖編みを2回、長編みを同じところにあと3回、1、2、3、そしたら1回鎖編みを編んで隣のスペースです。このスペースの数は増えるんですけれども編み方は同じです。この角じゃない部分は長編み3回編み入れて鎖編み、そして角の部分は長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、そして鎖編みを編んで隣のスペースに移動しますね。はい、この順番でぐるっと編んでいきます。ここが最後のスペースになります。長編みを3回、1、2、3、そして鎖編みを1回編んでこの隣最初のスペースになります。最初は立ち上がりと長編みが入っているので1回長編みをここに編み入れて、ここつけていきたいと思います。まず先に糸をカットしてピーッと引っ張って糸端をこんな感じでですね、ここが立ち上がり、ここが長編みですね。この長編みのトップですね、ここに針を入れて、でこの糸出てきたところに針を戻していくと、はい、こんな感じでね目ができますので、ここきれいに整えて後ろに糸処理してください。
はい、完成しました。こんな感じでね、結構スクエア大きくなりました。この1段前で終わるとこれぐらいになります。結構大きさ違いますよね。ちょっと測ってみると、この大きい方が横がだいたい13.5センチくらい。これアクリル毛糸を使っているんですけれども、前の週で終わるとだいたい横が10.5センチという感じでしょうかね。はい、少し大きさも変わるので、ぜひね、お好みでいろいろ編んでみてくださいね。はい、それでは今回もここまでご覧いただきありがとうございます。もしよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。